皆さんこんにちは。7月に入って2026年も後半戦がスタートしましたね。皆さんは最近どんな日々をお過ごしでしょうか？私は最近本屋さん巡りにハマり始めて、いろんな本屋さんを訪れてはそこで素敵な本との出会いを楽しんでいます。そこで今週はここ最近新しくお迎えした本と読み終えた本をご紹介していこうと思います。いろんなジャンルの素敵な本に出会うことができたので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。まず最近新しくお迎えした本がこちらになります。全部で12冊あって、そのうちこちらの3冊はすでに読み終えていて、こちらの1冊ももうほぼほぼ読み終えている本になります。順番にご紹介しつつ、読み終えた本は感想も交えてお話ししていきます。まずこちらの2冊はずっと行ってみたかった高円寺のカニブックスさんで購入してきました。1冊目が花田奈々子さんの出会い系サイトで70人と実際に会って、その合いそうな人に本を勧めまくった1年間のことです。すごくインパクトのある長いタイトルが印象的な本です。こちらはすでに読み終えたのですが、カニブックスの店主である花田さんがお店を始められる前の日々が綴られた実話ベースのお話になります。タイトルの通り、出会い系サイトで出会った様々な人たちにその人にぴったり合いそうな本を選んでおすすめしていくという活動の軌跡が描かれているんですが、読んでいると自分の行動次第で人生はこれからいくらでも面白いものに変えていけるんだなと思えて、花田さんの圧倒的な行動力にすごく勇気をもらいました。そしてこの一冊の中に本当にたくさんの本が登場するので、読みたい本がさらに増えてしまうという本好きには嬉しい悲鳴が出る本でもありました。あと、誰かに本を勧めるということについて深く考えさせられた一冊でもあって、自分がこうして本に関する YouTube をお届けしている部分とも通ずるところがあって、最後までずっと興味津々で読みました。本好きな方にはぜひ読んでみてほしい大満足の一冊です。続いてが今村夏子さんの豚骨 Q&A です。こちらの本は実は過去の動画で三省堂書店に行った際にも気になるなと思っていた本で、その時には購入しなかったんですが、今回カニブックスを訪れた時にも目に入ってきて、やっぱり読んでみたいなと思って購入しました。こちらは表題作の豚骨 Q&A を含む全4編が収録された小説のようです。私がここまで惹かれた一番の理由は、多分この美味しそうな餃子のイラストが描かれた表紙がすごく気になったことだと思っています。あと、帯に書かれている常識って何やったっけと、この謎の読後感という言葉もこれまでに読んだことのなさそうな物語が読めるのかなと思って、一体どんな不思議な世界が待っているのか読むのがすごく楽しみな一冊です。ちなみにカニブックスさんはこんな可愛いブックカバーとしおりもつけてくれるので、そこもすごくお気に入りのポイントです。続いてこちらの2冊も高円寺のまた別の本屋さんで出会った本なんですが、1冊目はそぞろ書房さんで購入した伊万里今さんのパスタは天地返しで食べるというジンになります。内容としては食べることが苦手という著者の伊万里さんが、それでも食べることは生きることとしてご自身の食べることにまつわる様々な記憶を綴った一冊だそうです。お店で冒頭を少しパラパラと読ませていただいたんですが、最初のお話が会社のお昼休憩に関する内容で、自分にも共感できる部分があったり、どこか懐かしい感じがしたりして、なんだか自分の心にスッと染み込んでいくような文章だったので、続きを読んでみたいなと思って購入してみました。私はこれまで本を買うときは結構大型の書店に行くことが多くて、ジンは今回初めて購入をしてみました。これからもっといろんな独立系書店を巡ってジンもどんどん開拓していきたいなという新しい楽しみが見つかった一冊になりました。続いては本店本屋の実験室というお店で買った原田マハさんのあの絵の前でです。いろんな動画でお話をしているんですが、私は原田マハさんの話がすごく大好きで、今回原田さんの美術小説でまだ読んでいないものをちょうど見かけたので購入してみました。こ
ちらのお店は棚ごとに店主が異なるシェア型書店というスタイルで、それぞれ個性の詰まった棚を見て回るのがすごく新鮮で楽しかったです。原田さんの小説はいつか全て読破したいなと思っているので、こうして出会ったものを少しずつ買い足して大切に読み進めていきたいなと思っています。続いては私と同じく本を読むのが好きな私の妹から借りた2冊になります。結城春夫さんの箱舟と、私のチャンネルではおなじみの長月あまねさんのキッチン常夜灯シリーズの4作目、夜更けのオニオングラタンスープです。まず箱舟の方はすでに読み終えていて、妹がすごく面白かったよとおすすめして貸してくれたのと、ミステリー小説のジャンルでかなり話題になっていた一冊だったので気になって読んでみました。私は普段怖い感じの作品が苦手なこともあって、あんまりミステリーを自分から手に取ることがなくて、この本も最初は少しドキドキしながら読んでいたんですが、途中からはもう一体誰が犯人なんだろうっていう風にどんどん物語にのめり込んでしまっていました。最後の展開がとにかく本当にすごかったです。詳しくは言わないでおくんですが、すごく衝撃を受けたので読んでよかったなぁと心から思える一冊でした。個人的には最後は驚きに加えて少し切なさも感じるような読後感でした。で、これがあまりにも面白すぎたので、自分で新しくこの同じく結城さんの実回も購入しました。こちらも早めに読みたいなと思っています。そしてもう一冊、キッチン常夜灯の4作目は、私の動画をいつも見てくれている妹が先に本屋さんで見つけて買っていたらしく貸してくれました。私はこのキッチン常夜灯シリーズが大好きで、読んでいて仕事への向き合い方とか心の持ち方なんかがすごく学びになるのと、何より物語に出てくるキッチン常夜灯の温かい空間が大好きで、読んでいるとすごく幸せな気持ちになれるので、こちらも早く読みたいなとワクワクしています。続いては普通の書店で購入したものなんですが、ゴートの食特集と原田ひかさんの幸福のレシピ、東畑海人さんの何でも見つかる夜に心だけが見つからないです。まず1冊目のゴートは購入するのはこれが初めてです。美味しい小説が好きな私としては、今回のこの食特集はぜひとも読んでみたいなと思って迷わず買いに行きました。こんな感じでいろんな方の食に関する小説やエッセイと対談などがギュッと詰まっていて、これで510円なのでめちゃくちゃお得感がありますし、これから一つずつ読み進めていくのがすごく楽しみな一冊で、じっくり味わいたいなと思っています。あとこの冊子の感じが子供の頃に読んでいたチャオとかリボンみたいな漫画雑誌を思い出させてくれる手触りで、そこも含めてなんかいいなぁと懐かしい気持ちになりました。そして次が、こちらは前から気になっていた作品なんですが、ゴートを買いに行った時にゴートと小学館文庫のもぐもぐフェアが開催されていて、このヤギのゴートくんが描かれた限定カバーで売られていたので、それがすごく可愛くて、これは今買うべきだと思ってお迎えしました。ちなみにゴートもそうなんですけど、こんな可愛いしおりもついていました。先ほどご紹介した箱舟を読んだ後に、次は何かあったかい空気感のものが読みたいなと思ったので、こちらを手に取って、これはもうすでに読み終えています。物語は昭和初期と現代の2つの時代で、それぞれ料理と向き合う女性のお話が交互に描かれていくんですが、だんだんとその2つのストーリーが交わっていく展開がすごく面白かったです。あとはもうひかさんの作品といえばなんですが、安定に読んでいてお腹が空きました。そしてこの本は美味しそうな料理に合わせたお酒もたくさん出てきたので、私もすっかりお酒が飲みたくなってしまって、夜にお酒を飲みながらこの本を読んだりもしていました。ひかさんのランチ酒シリーズがお好きな方はきっと好きなんじゃないかなと思うおすすめの一冊です。そして東畑海人さんの何でも見つかる夜に心だけが見つからない。以前東畑海人さんのカウンセリングとは何かという本を読んでから心理学に関する本にすごく興味が湧いていて、今回こちらも気になって選んでみました。
帯には読むセラピーというふうに書かれていて、でこの裏に載っているエッセイの一部が個人的にものすごく響きました。私たちはどうしても人と関わらずには生きていけないですし、でも人と関わっていると、たとえ相手に悪意はなかったとしても何気ない言葉や態度に傷ついてしまうことってやっぱりありますよね。なので日々の中でちょっと心が疲れたりモヤモヤした時にこの本を読むことで自分の心を守ってくれるような何かを見つけられたらいいなと思っています。そして最近お迎えした本の最後にご紹介するのは、先週末に下北沢の本屋 B&B に行った時に購入した2冊になります。まず1冊目が島田純一郎さんの電車の中で本を読むです。著者である島田さんはお一人で出版社を立ち上げて本を作っていらっしゃる方だそうで、この本は島田さんがこれまでに読まれてきた数々の本の中から珠玉の49冊をご自身の体験を交えながら紹介してくれています。島田さんの作品を読むのはこれが初めてだったんですが、本屋さんで手に取ってみた時にすごくすんなりと頭に入ってきて、直感でなんか好きな文章だなと感じました。そして何よりちょっと付箋を貼っちゃってるんですけど、本に関する魅力的な目次がずらりと並んでいて、すっかりこれらに惹かれて購入をしました。このめくってすぐのところに書いてあるこの言葉もすごい素敵だなと思っています。こちらはもうほとんど読み終えるところなんですが、本を読むことの意味みたいなものを改めて深く考えさせられる一冊でした。本が好きな方はもちろんなんですが、普段はあんまり本を読まないよという方への贈り物としてもぜひおすすめしたいなと思う素敵な一冊です。そしてもう一冊が高橋久美子さんのいい音がする文章です。こちらは音楽関連の書籍が集まったコーナーで見つけた一冊になります。まずいい音がする文章というタイトルそのものにすごく惹かれたのと、裏表紙の読むことと書くことが今よりもずっと楽しくなる本ですという言葉に一気に興味をそそられました。著者ははじめにの中でいい文章からはいい音がするというふうに書かれていて、私も読む時のリズム感のようなものを仕事でメールを書く時なんかにも前から結構気にしたりしていたので、この本を読むことで文章に対する解像度が今よりももっと上がったらいいなと楽しみにしています。続いては過去にご紹介した購入本の中から最近読み終えた3冊についてもご紹介します。まず1冊目が土門蘭さんの死ぬまで生きる日記です。この本は私の拙い言葉でうまく言語化して伝えるのがすごく難しいんですが、個人的にとっても心に響いた一冊でした。この本がこの世に存在してくれていて本当に良かったなと心から感謝したくなるような作品です。著者の土門さんは子供の頃からずっと死にたいっていう強烈な思いを抱えて生きてこられたそうで、その気持ちをどうにかしたくてカウンセリングを受けることにした2年間の記録がリアルに綴られています。読んでいるとこの感覚わかるなって自分と重なる部分がいくつもあって、何度か涙を流しながら読み終えました。この本の冒頭にこの本をどんな人に読んでほしいだろうと考える、どうして自分は生きているんだろう、そんなことをほんの数分でも考えたことがある人にかもしれないと書かれていて、もし皆さんの中にそんな風に考えたことがある方がいたらぜひおすすめしたいです。もちろんそのような疑問を持つことなく楽しく生きられているならそれは本当にすごく幸せなことだと思います。でもこういう思いを抱えて生きている人だからこそ見ることのできる景色だったり出会える深い考え方、優しい文章もきっとあると私は思っていて、私はこの本を読み終えた時に後者の人間でよかったなと自分のことまで少し大切に思えるような、そんな救いをもらえた一冊でした。続いて2冊目が寺地春菜さんのガラスの海を渡る船です。こちらは以前1万円分の本を買う動画の中でご紹介した一冊になります。物語は周りと同じように行動することは苦手だけど唯一無二のセンスを持つお兄ちゃんと、何でもそつなくこなせるけど自分にはこれといった秀でた才能がないと感じている妹のうい子が主人公で、そんな2人がぶつかり合いながらも
亡くなったおじいちゃんのガラス工房を2人で継いでいくというお話になります。私はこのウイコのやるせない気持ちがとてもよく分かって、作中でウイコは自分の作品はやっぱりお兄ちゃんには劣るんだなといろんな場面で落ち込んでしまうんですが、その時ガラス作りを習いに行っている茂みおじさんという方がウイコにこんな言葉をかけてくれるシーンがあります。才能とかセンスとかそんな目に見えないふわっとしたもんに頼ってたら苦しいやろ。昨日もおとついもウイちゃんはガラスに向き合った。その事実があるやないか。その手見たらわかるで。ウイちゃんが今までずっと頑張ってきたことちゃんとわかる。この言葉を読んだ時に、センスなんかより自分がコツコツと積み重ねてきた日々の方がよっぽど大事だし、その努力は決して裏切らないよと言ってもらえた気がして、すごく救われましたし、これからも頑張ろうとじんわりと元気が湧いてきました。解説にも書かれているんですが、本を読むことでまさに昨日より少しだけ生きやすくなる、そんな一冊だなと思います。最後3冊目は江国香織さんの隙間のお友達たちです。こちらは主人公の私がある日突然現実の時間の流れとは少し異なる隙間に迷い込んでしまって、その不思議な世界に暮らす女の子と出会うお話です。若干ファンタジー要素もあるんですが、しっかりと自分の生活を営みつつ、子供心や茶目っ気たっぷりの女の子が暮らす世界観が魅力的で、読んでいて物語に引き込まれていきました。この隙間に暮らす女の子は時間が経ってもずっと変わらない存在として描かれていて、それって本と同じだなというふうに感じました。本の中身はずっと変わらなくて、いつでもページを開けばその世界に浸ることができますよね。もしその本を久しぶりに読み直した時に昔とは違う感じ方をしたのであれば、それは本が変わったのではなくて、自分自身が新しい経験をして変わったり成長した証拠なんだなっていうことをそのまま写し取ってくれているような一冊です。大人にこそ読んでみてほしい優しくて深い物語でした。ということで今週はここ最近出会えてよかった新しくお迎えした本と読み終えた本たちをご紹介しました。気になる本や皆さんの最近のおすすめ本があればぜひ教えていただけると嬉しいです。ちなみにこの7月と8月に国内旅行に行く計画を立てているので、そこでも旅先にある素敵な本屋さんをいくつか訪れてみたいなと考えています。またその様子も YouTube の動画だったりインスタでお届けできたらなと思っているので、ぜひ楽しみに待っていただけたら嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。